皆さんこんにちは、三上悠亜です。はい、今日はですね、うちで撮影してるんですけど、なんとママが来てます。ママがうちが汚いということで、うちのママすごい掃除が得意なんですよ。だから掃除をしにわざわざ泊まりで来てくれました。ということで、なんか YouTube にね、ママも、顔は出せないんですけど、声だけ出演してもらったらなんか面白そうだなと思って今動画を回しておりますね。今日は私覚えてないこととか、私の生い立ち、一番近くで、そんな近くで見てもないか近くで生まれた時から見てるということで、そんなママに私のなんかいろんなことを振り返って掘り下げてもらおうかなって思ってます。じゃあ生まれた時のさ、どんな感じの子供だったの？赤ちゃん時代。赤ちゃん時代、生まれた瞬間じゃなくて？生まれた瞬間でもいい。誕生した瞬間はまず並んでる赤ちゃんの中で劇的に一番可愛かった。ありがとうございます。親バカです一番可愛かった。でもそれはなんかばあちゃんも言ってたの。綺麗な赤ちゃんだったみたいな。そう、綺麗だったの。でもその後巨大化したの？巨大化した半年ぐらいからなんか顔がもう真四角の顔が歩いてるみたいなこんなはずじゃなかったっていう生まれたてはめっちゃ可愛かったのに、可愛かった半年後に顔が四角くなっちゃったってことね。そうそうそう。失礼じゃない？何歳ぐらいから0歳はそれじゃん。その後のなんか思い出に残ってるさエピソードないの？何歳の時とか。後期で長電話、友達と独身だから友達は長電話をしたくって、ある日なんかもう結構ももちゃんが「ママママ」みたいに来るから、でもママ友達とちょっとまだその時若いから電話したい、ダメな母だったから電話したい、よしアイスクリームをあげようと思って大好物だからね。でもそんなママも一応そんなちっちゃいうちから甘いもんあげちゃいけないとか思ってるから、その電話の時にアイスをあげ黙らすっていう作戦ね。そう作戦。しばらく黙る、アイスをもぐもぐと食べる私。それが何回か繰り返されたら、ある日からもうそれが別に友達じゃなくてもなんか勧誘電話みたいな、そういうなんかね、もうめんどくさい電話ね。もう電話が鳴ると冷蔵庫の前に行って冷凍庫を指さして「アイチュアイチュアイチュ」とか言ってもう電話をしたら愛知がもらえるみたいな。もうそうだから全部虫歯だったんだよね。前は全部虫歯で、乳歯の時もこっからここまで真っ黒だったんだよ私恥ずかしかったもんだって、そのなんか気づいダメな母親だよね。物心ついた時に自分だけ歯が黒いと思って幼少期の写真見るとこうやって笑ってるの全部ここ黒いから虫歯みたいな恥ずかしかった記憶はある、愛知からの原因、愛知からの飴からのグミからのみたいな、甘いものの摂取のしすぎて、そんですくすく育って幼稚園に行ってもじもじしてたんだよね。もう幼稚園の1ヶ月ぐらいはなんかいつも泣いてた。嫌でしょ。もうママと離れたくない。ママが大好きな子供だったからね。ママっ子がもう幼稚園ぐらいまではずっとママっ子でしょ。いや、小学校低学年ぐらいまで結構ママが大好きな子供でした。私は小学校でどんな存在でしたか？私に聞いてんのそれ？はい、私自分で答えるわけないでしょ、分かんないの。でもすごい周りのお母さんからも「可愛いね可愛いね」っていつも言われてたんだけど、でも実際可愛くなかった。うるさいよそれは。もうママ全然親バカじゃなくて、その辺は確かにね。確かに自分の写真を見返してもどこが可愛いのか分からない。すごく冷静に見てた我が子。でもなんか一回髪の毛切ったんだよね。その頃流行ってたドラマの子役の子にはママが憧れてショートカット、長かった髪の毛を人生初のショートカット。なんかこんななんかくせ毛でなんかこういう風になんか同じ方向に流れちゃってその時ストレートアイロンとかもないもんだから、もう毎日これになって、なんで私こんなブサイクなんだろうって毎日思ってた。やっちゃったと思って。いや、髪型って本当に大事だなって思いますね、今思っても。
まあ小学校高学年ぐらいからは自分も全然覚えてることとかもたくさんあるし、すごいサボり癖がやばくて、親友がいたんですけど、親友は帰宅部だったんだよね。で私はブラスバンド部でトランペットを最初やったんだけど全然吹けなくて、部活に行くのが嫌すぎてママに行ったふりをしてずっとその親友の家でたむろしてたっていう小学生でそれってもうでそれがバレて怒られたっていう話なんですけども、その時から結構そのテスト悪い点取ったら隠すとかそういうことをやってよく怒られてた記憶はあります。でもそこまで悪い子でもなかったよね。小学生の時は良かった、可愛かった、あとオタクをね始めた。そうね、あややが大好きになって、松浦綾さんが大好きで、小学校5年生ぐらいからベリーズ工房に走り、友達とね、毎日毎週ライブ会場に行ってイベント三昧みたいなね、それが私の青春ですみたいな。そして中学校に入学しますね。で中学校になって中1は結構普通に、中1普通。でも中1の時に初めてね彼氏ができたんだよね、私に。で彼氏ができて、ここからがね何ですか、魔の中2の始まりもう忘れもしない悪夢。中1の時に付き合った彼氏が、結構ヤンキーだったんだよね。で私がその彼氏に影響されちゃって、すごい自分悪ぶりたいみたいな、なんか悪い方がかっこいいみたいな感じにそういう思考になっちゃって、で中2が多分ピークにそうだったんだよね、毎日もう彼氏といるのがもう幸せで、毎日彼氏といたいんだけど毎日怒ってたしね、なんか彼氏に対して。そう、ね、最悪な彼女だったよねキレてた毎日、なんかその彼氏のことが好きすぎて、なんかもう嫉妬からなのかわからないんだけど、全てのことに対して怒っちゃうので、その彼氏も彼氏でなんかちょっとなんか危なっかしいっていうか、他のとこに行っちゃいそうみたいな、それが不安で毎日いろんなことでブチギレてるの、なぜかヒステリックみたいになって、なんかもう口調とかやばかったよね。やばかった、電話とかでね。本当に最悪な女だったでもさ、彼氏は私のこと好きって言ってくれてたからね。なんかその彼氏と過ごすとかは全然いいのよ別に、そこはもう。でもなんか日々だらしがないし、ママ働いてたじゃん、お仕事してたから、家に帰るとこう部屋でベッドで寝てるみたいな、その彼氏と中2でさはぁみたいな本当にだらしがないよね。本当だらしがなかった。イオンに行くか、寝るかみたいな、カラオケ行くかみたいな。本当かっこ悪かった。すっごい言ってたよねママ。スウェット上下着て、でもうキティちゃんの、それキティッパね、キティッパもう最悪。あれ最高にマックスいけたる私って思ってたから。もう最悪本当に恥ずかしい、悪夢。中2が一番ブスだと思うよ。なんでよ、可愛かったかもしんないじゃん。そう、私 AKB48 に1回受かったんだよね、5期生のオーディションに。5期なんだ。中2の時じゃない？しかも魔の中2で受かった。私すんごい学校では生きってたのに、めちゃくちゃ清楚なワンピース着て、めちゃくちゃなんか清楚なブーツみたいなの履いて、私すごい清楚ですみたいな感じでオーディションに行って、でもこれすっごい裏話なんだけど、2次審査か3次審査のその面接の時かなに、すごい大きい部屋で待たされたの、女の子たちがいっぱい、その受ける子たちがね。そこでも生きっちゃってて、もうすでに出ちゃった中2の生きり病がもう治んなくて、女の子たちバーっていて、私はそこの一番前で立ちながら彼氏と電話してたの。かっこ悪い。それで私が最終まで行って受かっちゃったもんだから、なんかその噂みたいなので、なんかあいつなんか男と電話してたようなみたいな感じで、なんか2ちゃんかなんかに書かれた記憶がある。これはでも私は結局 AKB さんに入らなかったので裏話っていう話ですけど、5期のオーディションに実は受かってたって知らない方も多分いっぱいいると思うんですけど、ママにも反対されて、まだその時名古屋に住んでたし中学生だったし、ママも名古屋で働いてたっていう理由で東京には引っ越せないっていう、なんか寮とかもなかったんだよね、その時は。住める場所もないし、もうやめなさいって言われて、泣く泣く辞退した後にめっちゃ後悔して、でも私アイドルになれたかもしれないのになんでやめちゃったんだろうみたいな、そんなアイドルに憧れてたイキリ中学生ということで。